こんにちは、トランスです。今回から各ステージの攻略をしていきます。といっても、コーヒープリーズならではの考え方がありますので、まずはそちらを紹介していきます。トランスがプレイしているのはプレイステーション版です。トロフィーは各ステージに用意されており、それらをすべて取得すればプラチナトロフィーも取得できるはずです。その各ステージごとのトロフィーは星3つ以上の平均評価で獲得できます。これはとても優しくて、多少失敗してもなんとかなるぐらい簡単な数値です。ところが先のステージに進むためには獲得した星の数を増やしていく必要があります。この動画を配信している段階での最終ステージは 4-5 です。4-5 をプレイするためには80個の星が必要です。これは 4-4 までに1ステージ平均4個を上回るぐらいの星が必要です。そうなると取れる時にパーフェクトを取っておくべきです。トランスの攻略動画はパーフェクトを取れたステージを紹介していきますが、全部は紹介しません。理由はランダム要素が強いためパターン化するゲームではないことと、やはり YouTube を見ている皆さんにも実際にプレイしてみてほしいからです。それでは攻略に入っていきましょう。まずパーフェクトを狙う場合、運が悪い場合はさっさと諦めましょう。具体的には単体のコーヒーの注文が並んでしまった場合です。序盤のステージは行動範囲が狭いのと面倒なコーヒーの割合が少ないのでなんとかなる場合が多いですが、先のステージではどうにもなりません。でも星4点台で良ければ運に関係なく出せますので、とりあえずクリアしても構いません。そして序盤のステージが必ずしもパーフェクトを出しやすいわけではありません。狭い店内だと走り回ってお客様にぶつかるケースが多くなります。前回もお見せした通り、ワンミスでパーフェクトを逃します。そのうちお見せしますが、中盤のステージは広くてギミックが多い割にはパーフェクトを出しやすいと思います。さて、序盤のステージはカウンターと客席が近い場合があります。今やっているように一つずつ持っていっても間に合うことがよくあります。品物を配達する途中で注文を取ることが多くなります。この時にルートを考えている余裕はなくて、手当たり次第になるのは致し方ないです。しかし注文を取りすぎてもいけません。処理能力を超えそうな場合は次回の配達時に回します。そしてコーヒーとお菓子を同時注文するお客様で時間をコントロールします。理想はお盆にお菓子3個とコーヒー1杯で、そのコーヒーを最後に作ります。コーヒーが複数ある場合が厄介です。コーヒーを2つお盆にのせる場合はカプチーノを作ってからブラックコーヒーというように短時間で作れるブラックコーヒーを最後に作ります。トランスの感覚ではコーヒー3個を1回のお盆で運ぶ場合、パーフェクトは望めない感じがします。コーヒー4個を1回のお盆にのせようとすると作るのに時間がかかりすぎて、お客様が全員いなくなっても不思議ではありません。残り1分を切るあたりから不要な作業を切り捨てることができます。タイムアップの時点で評価を送ったお客様の数値だけが平均されます。ですので怒って帰ったお客様がいてもタイムアップの時点で評価を送信されていなければセーフです。このおじさんには注文だけ聞けば OK でしょう。窓際のお客様にはお菓子だけを渡しておけば、あとは時間切れで何も起こりません。トランスは動画を配信する手前、最後まで真面目に働いていますが、いざとなったら切り捨てることを覚えておいて損はないでしょう。このゲームは
まだまだ分かっていないことが多く、トランスの気づいていない攻略法もあると思います。次回からはステージごとの要点を少しだけお伝えしていく形で配信します。結果オーライなだけで後から見直すと改善点も多いのですが、瞬時の判断を要求されるゲームです。そこを楽しんでいきましょう。それでは次回をお楽しみに。